胸にロープがあって君に引き寄せられる感じ。一緒だけど。俺だけ違う感性でいたかった。いやいや。卒業しても俺のこと忘れないで。明日も近くにいれるよ。うちらの語りたい夜。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ビビモデルの村上恵梨香です。俳優の樋口浩平と申します。よろしくお願いします。バディーズの森修斗です。お願いします。今回は11月11日から開始された Amazon のプライムビデオさんのキャンペーン告白100通りの好きの伝え方を絡めた形でお届けする実際に言われた愛を感じた告白や、読者の恋のお悩み相談など恋愛トーク満載でお届けします。楽しみ。はい。11月11日はいい出会いの日。プライムビデオ配信作品の中からさまざまな好きを伝えるセリフをピックアップし、渋谷の駅広告ジャックや SNS 上で展開されているキャンペーンとなっています。今回告白について話していきたいと思うのですが、はい、皆さん映画とかドラマでラブストーリーとかラブコメとか出演したことありますか？そうですね、僕は現在放送中のドラマもありますし、ボーイズラブの作品だったので、性別で言うと男性なんですけど、恋をする気持ちじゃないけど愛をする気持ちは一緒だったので、はい、それで言うと、恋愛作品には少し出演してるかなと思います。はい、僕も少しだけあって、同じカフェで働く2人が恋をするっていう作品で、あともう一つは声優学校のラブコメみたいな感じで、僕もちょっとこう好きな相手がいたりっていう作品はありました。じゃあ2人は恋愛についても語れるということでいいですね。いやー、語りたいだけです。まあでも語ってみたいですね。語ってみたいし、聞きたい。確かに、しかも映画とかさドラマとか見てるとなんかそのキュンキュンしたセリフとかさ、キュンキュンしてるシーンだけもなんか勉強になるし。いや、わかります、ね、しなんかね、いつか俺も行ってみたいみたいな憧れはあるある。忘れることのできないシーンってやっぱり好きを伝える告白シーンだったりあると思うんですけど、告白のキャンペーンの作品の中でまだ見たことないけどセリフだけでそそられたっていうのありましたか？ありましたね。ありました。みんな書きました。こういうの言ってみたいなみたいなのでちょっと選ばせてもらったんですけど、じゃあ僕から大丈夫ですか？はいはい、じゃん。赤と白のロイヤルブルーで胸にロープがあって君に引き寄せられる感じっていうのが僕はいいなと思って書きました。僕も同じで。私も。もういいって。全員一緒だけど。いい。俺だけ違う感性でいたかった。いやすごいロマンチックだなって思って、もうこれが一番光ってました。思うんすけどやっぱ告白とか思い伝える時やっぱこんぐらいキザでいいんでしょうね。でもその状況と関係性による。いや俺見てないから分かんないけど、でもなんかちょっとこう遠回し感はある。直接好きとは言ってないもどかしさが見えるなと思って、なんて言えばいいか分かんないけどこういう感じなんだよねっていう、なんかその遠回り感も可愛いしキュンってくるみたいな感じをしました。これちなみに英語でちょっと言ってほしいっすわ。何この振り。It's like there's a rope attached to my chest and it keeps pulling me towards you。 かっけ反応に困るっしょ。でも私もう一個あるんですよ。これだけじゃないんですよ。そう、もう一個あって I don't want you to need me, I want you to want me。 それだけじゃ嫌、欲しがってっていう意味です。これセリフあって私めっちゃキュンとしちゃって、必要とされるだけじゃなくてちゃんと求めてほしいっていう女の子の心の叫びみたいなのがめっちゃ可愛くて私はこれにしました。じゃあちなみに今まで見た作品の中でときめいたシーンとかこう印象に残ったセリフとかありますか？そりゃあります。僕はこちらです。50回目のファーストキスで君を愛している、人が人を愛する以上に。まず50回目のファーストキスは僕本当に好きで、最初すごいコメディ要素から始まるんですよ。いろんな女性とね遊んでいるじゃないですけど、モテ男の方がある日出会った女性にも本当熱中してしまう、惚れ込んでしまうんですけど、その人に対して多分伝えたセリフなんですけど、まず告白とかって端的に分かりやすく伝えるべきだと思うんですよ。ストレートにまっすぐが一番いいし、なんならもう短い言葉で伝えるのが一番いいと思って、でこれって君を愛しているをまず大前提に置いた後に、人が人を愛する以上にって人が人を愛してるその度合いってみんなそれぞれ違うじゃないですか。で分かんないけどその人に対しては自分が愛してる思いっていうのをすごい
なんていうの大きく伝えれてるなと思ったんですよ。確かに伝わってくる。伝わってくるじゃないですか、うんうんだからそれもなんかあってすごくいいなと思う。いいな。じゃあちょっと私も言っていいですか。ええ私はじゃん、ローマの休日のシーンの一つなんですけど、2人がパーティーから抜け出すんですよ。はいはいはいでその抜け出して熱いキスを交わすんですよ。顔それがいやめっちゃいいんです。まず、オードリー・ヘップバーンめっちゃ可愛いじゃないですか、はいはいはいめっちゃ可愛い。でもその設定上王女なんですよ。で王女とその記者の方がこう身分を隠して出会ってなるほど。駆け落ちするみたいな話なんですよ。でその中の一部なんですけど、こう王女ってこう自分の公務とかもあるからなかなか普段みんながやってることとかできない、中で外でこう遊んで出会って抜け出してっていうそのシーンが私はもう本当に好き。じゃあシュートさんお願いします。はい、僕はこれです。じゃん。糸。一見これ大丈夫ってなんかって感じじゃないですか。思ったちょっと。でこれ主人公とヒロインが幼少期の時にそうですね。出会ってから始まるんですけど、その時に花火大会でこう主人公がチャリをバーってこいで転んで怪我をしちゃうんですよ。でヒロインが絆創膏を持ってきてくれるんですけど、ここにこう怪我をしてて、その主人公の男の子が「大丈夫?」って声をかけるんです。女の子からしたらこっちのが大怪我してんのになんで大丈夫って言うんだろうみたいな。でそこから別れとか再会とかいろいろ繰り返して、最後の方にまた出会って主人公がまた女の子に「大丈夫?」って言ってハグして、そこで花火がバーンって上がる素敵なシーンがあって、伏線回収だ。伏線回収、長い伏線回収いやすごい大人になってもこう「大丈夫?」っていう言葉をかける、なんかいろいろね生きてきて考えとか変わるけど、なんか最初からこう何も変わらないものがこういう一言で表されてるなと思って、すごく素敵だなと思って、いいな。こうなんだろう、好きとかそういう言葉じゃないのに、なんかここに全部含まれてるなっていうのがロマンチック。すごい。愛だ。ではここで国百ノミネート作品を作ろうと題してお二人に胸キュン必至の名告白を作っていただきたいと思います。だからね、本当にこういうのが本当俺ダメなのよ。まあでもあると思いましたよ。こういうのいやあるなと思うよ。この2つのボックスにそれぞれどこでと場所と誰にっていうのを好きな気持ちを伝える相手が書かれたカなるほどードがね、はい書かれていますので。ランダムってことか。じゃあそうなんですよ。だから2人にそれを引いていただいて、その2枚のカードに書かれているシチュエーションをもとに告白を考えていただきます。なるほど。なるほどね。どっちからいきますか？俺から行こうか。どっちでもいい。俺から行くわ。こういうの後がダメだからね。どこでから行きますね。どこでから。ここも大事だよ結構。かに場所って結構ね、場所がねやっぱ一番苦しいかも。いきます。シチュエーション的にね、はい。なんだこれはどうします？じゃあこっち引きました。じゃあもう一度引いていただいて。疑ってないから。はい。いきます。はい。じゃあまずどこで？こちらです。休日に行ったテーマパークで。お結構楽しそう簡だぞ単ありそうじゃん。ありそうデートありそうシチュエーションでありそう。うん。そしてしてやってくれる学校の後輩に。うわこれお題意外と難しいぞ。ちょっと待ってこれ難しすぎる意外と難しい。なんかもっとなんか簡単なやつとか思ってましたよね。テーマパークであれ結構大変だぞ。学校の後輩にね。これ僕も弾いた方がいいですか、あ、さっきシューズ引いて。お願い。こういうのはもうスッてね。そうもうスッと。スッと。いきます。じゃん、はいイルミネーションが綺麗な公園で、うん隣の席の同級生に、あ、だから同級生と一緒にイルミネーションが綺麗な公園に行ってるってことだよね。そうですよね。でもそのねどういう同級生かね。その隣の席に座るまでの過程とかもいろいろ考えてる。プレッシャーかけてき過程とかもやた。っていいからね。お前自分じゃない時だけすごい言ってくれ。難しくしないで。そういうのもやっていいから。思いつかなくなるから。どうしよう。楽しみだなこれ。あ、でも俺もういけるかも。早くない？まだ30秒も経ってない。嘘？もういける？井口さんに発表していただきましょう。休日にいたテーマパークで慕ってくれる学校の後輩にです。どうぞ。俺もう卒業しちゃうけどさ、卒業しても俺のこと忘れないで。なんかいい感じ。どうでした？いい。まあ普通に愛も伝えつつ、ね、卒業しちゃうけど、忘れないでくださいっていう、一応愛もあるのかな。なんか寂しくなるけど心温まりますね。
こっから発展するかなの一言です。はあ、なるほど。今めっちゃ一生懸命考えてくれた。終わった終わった。苦手マジで。終わった終わった。ちょっと待って、まとめるわ。楽しみだな。その間にじゃあエリカちゃんも弾いとく？いや、私は確かに。確かにね。樋口さんもう一回行きましょうってカンペが。なんでだよ。なんでなんだよ。樋口さんもう一回お願いします。なんでだよ。ちょっとやらしたよね。いや本当に俺のもう一回もこれ本当に意味が分かんないから。だって俺綺麗にまとまりましたって言ってなんで俺もう一回弾くの？確かにそれはそうか。そうだよ。その間にちょっと僕ももう一回行くんだ。もう一回行くらしい。ちょっとどういうことなの？もう意外とイージーすぎたってことなのかな。違うよ。なんで私これ台本になかったじゃん。電車のホームで。おお。何？呼べばすぐ来るマブダチ。これだからどこの電車のホームかもあれだし、なんでだよ。どっからの友達かも大事だよね。さっき俺が言ったことをそのままオウム返しすんなよ。仲いいなこの人。いやちょっと待って。じゃあ発表だけしてもらって確かに僕その後行きそうですね。ますわ。じゃあ私がもうちらっと発表だけもうすぐ終わらせるんで。場所。夜景が綺麗なビルの屋上で。ロマンチック。ロマンチックそうで。10年来の幼馴染。めっちゃロマンチック。これはだから10年間片思いしていたとかもあるもんね。それこそ洋画でありそうな。洋画でありそうなるほど、洋画でありそうなロマンチックな久々にね再会した。隣の席の同級生にイルミネーションの綺麗な公園で。もう帰るの寂しい。でも俺ら席隣じゃん。明日も近くに入れるよ。あ、いいね。いいぞ、これちょっとキュンとしちゃうかも。したねこれ。これちょっとなんかキュンとしちゃった。バクバク心臓。ちょい。樋口さんお願いします。ちょっと待ってよ。ポンポン行った方がいいよこういうのは。電車のホームで呼べばすぐ来るマブダチに。この駅よう使ったな。これからも一緒に学校行こうかな。違う。友達がいないね。考える時間ちょうだいよ。なんで俺だけ即答やった。でもこれは友達に言った恋愛対象ではない友達に伝えたやつ。いやでも嬉しいんじゃないの、友達がそれ言われたら。お願いします。私も言っていいですか？お願いします。夜景が綺麗なビルの屋上で10年来の友達に。うちらはもう10年になるね。ここまで来れて本当にやっぱいいよね。運命だよね。これからも2人で頑張ってこな。まず素敵です。本当素晴らしい。まず本当にまず素晴らしいんですけど、運命とかそういう胸キュンゼリフを全て詰め込んだようなセリフではある。いいよね。いいよね。書き休めて僕考える時間がね、エリカちゃん全然なかったから。あ、優しいまとめてフォローしてくれて。いや本当やってくれなかったのにやってくれたのでね。ありがとうございます。ありがとうございます。これまで告白について恋人になりたい人に対してメッセージを伝えるものとして今お話をしてきたんですが、友人とか家族とか大切な人にこう心の愛を打ち明けることも告白だと思いますよね。ね、これって愛だなって感じた言葉を教えていただきたいんですけど、何かありますか？僕芸能をこうお兄ちゃんに紹介してもらって入るか迷ってた時期があって、始める前に。でその時に結構僕考えちゃうタイプなんで、その家で悩んでた時になんか僕のこう性格とかを知ってるお母さんが、やってみてダメだったらやめちゃえばいいじゃんっていうわざとこう軽い感覚で言ってくれて、俺それで結構こう肩の荷がふっと降りたというか、なんか僕のことを考えての言葉をくれたんで、それはすごく家族愛だなっていう。確かに背中押されますね。それ押されました。私も家族からの言葉で、私のお父さんカナダの人なんで結構やっぱロマンチックというか、ワードとかも素敵な言葉めっちゃくれるんですけど、その中に Love you more than you'll ever know っていうのがあるんですけど、私が知ってる以上に俺はお前のことを愛してるよっていう言葉があるんですよ。なんか Love you って多分日本の感覚だと愛してるとちょっと重いじゃないですか。でも海外とかだと行ってきますとか行ってらっしゃいも Love you なんですよ。あ、そうなんだ。そうだからその Love you ってそれくらいフランクなんだけど、でもその自分が想像できないくらい俺は Love you だよっていう風に言ってくれたのが私は嬉しかった。めっちゃ素敵。超いいわ。このほっこりした雰囲気なんですけど、はい、前編はここまでになります。後編は読者から募った恋のお悩み相談のお悩み相談
そうお悩み相談室を開催しますよ。はい、なるほど。それでは皆さん後編もお楽しみに。バイバーイ。バイバイ。スキピに彼女ができてしまいました。でもその人はまだ私に可愛いって言ってきます。誰に対しても可愛いって言ってくる人もいるじゃないですか。確かにね。本当に可愛いって言ってくれてるかっていう見極めも大事な気がする。可愛いっていうのは取ってるんですよ僕。本当に好きな人にしか言わない。恋人にベタ惚れしてもらうためにできる努力は。気持ちが伝わらないと何も動かないんで、言える相手っていうのはいい関係性に。俺結局好きな人に言葉を包み隠さずちゃんと言ってる人が好きになってくれてる気がする。